こんにちは、もしくはこんばんは。三角ペンタです。改造プラレールの新作、マレー式蒸気機関車が完成したので、ご覧いただきたいと思います。今回製作したのは、サザンパシフィック鉄道の AC6 型蒸気機関車です。この蒸気機関車は、見ての通り、走り装置が2組あるマレー式であり、かつ、機関車が一見逆向きの、キャブフォワード式と呼ばれる蒸気機関車です。その構造や誕生の経緯、そしてサザンパシフィック鉄道のキャブフォワードマレーについて、私はいつものように、64電電子の動画、名列車で行こう、峠越え最終兵器、キャメルバック式&キャブフォワード式蒸気機関車、で知りました。そして、いずれ改造プラレールでマレー式を製作するときは、ただのマレー式では面白くない。見た目にも特徴がある、キャブフォワードマレーにしようと、以前から思っていました。キャブフォワードマレーは、北アメリカでは、サザンパシフィック鉄道の固有種だそうですが、そのサザンパシフィック鉄道では、多くの形式と車両数の、キャブフォワードマレーが導入されました。しかし現在では、最後の形式である AC12 型の4294号機だけが、唯一保存されているのみです。今回の改造プラレールを、その AC12 型ではなく、AC6 型にしたのは、角張って直線的な前面、おでこの金、演出扉に取り付けられている空気圧縮機、円筒形の淡水車、など、武骨なアメリカ機らしい特徴を多く持ち、デザインが洗練された前作、ペンシルバニア鉄道の T1 型と、進行方向だけではなく、何もかもが真逆なので、両機を並べてみたくなったからです。AC6 型の改造プラレールは、トーマスシリーズのヘンリーの旧製品をベースに製作しました。なぜなら、この製品の動力ユニットの構造が、マレー式の特徴である関節構造を再現するのに、都合が良いからです。どういうことかというと、この動力ユニットにはこのように、機関車の前後方向に向かってシャフトが通っています。マレー式の足回りを再現するには、関節部分を越えて動力を伝達する必要がありますが、このシャフトを活かして、2つの動力ユニットを自在継ぎ手で繋いでやれば、関節を越えた動力伝達が実現できるのです。改造は、ヘンリーのシャーシを2つに分けた後、軸で繋いで、首振りできるようにします。動力ユニットも、分けたシャーシに収まるよう、短く改造して固定側のシャーシに取り付け、さらに同じユニットをもう一つ調達して、首振り側の動力に必要な部分だけを切り出して取り付けます。この2つの動力ユニットのシャフトを、自在継ぎ手としてゴムパイプで繋いで、関節構造を持ったマレー式の足回りが完成。ヘンリーの車体は、AC6 型再現の使い物にはならないので、固定部分のみを有用。おでこの金などの特徴を再現しつつ、一から太く大きく作り直します。車体が大きくなったことで、電池は機関車に搭載するようにしました。AC6 型はキャブフォワード式なので、淡水車は演出側に連結するように変更。こちらもシャーシと車体の固定のみを活かし、車体は特徴を捉えて作り直しました。こうして完成した、サザンパシフィック鉄道 AC6 型蒸気機関車の改造プラレールです。どうぞご覧ください。改造プラレールで作った、サザンパシフィック鉄道 AC6 型蒸気機関車です。早速詳細をご覧いただきましょう。前方から見てみます。角張ったキャブや、上部に斜めに外付けされているナンバー表示、一番下のカウキャッチャーなど、全体的に直線的なものでごちゃごちゃしていて、AC6 型の武骨な見た目を再現できたのではないでしょうか。おでこの金は、キャス C 日鉄道の4号車式の改造プラレールと同じ、手芸用のものを使っています。左側面はこんな感じ。演出付近のランボードあたりから何本もの太いパイプが出ていて、これまた機械的で武骨。機関車の車輪はヘンリーのものを有用していますが、動輪の釣り合い重りを大型に再現しました。また見た目のバランス的に、デッキ部分に重輪を取り付けましたが、これもヘンリーの少し小さい飾りの動輪が、ちょうどよく使えました。機関車の関節部分はこのくらい曲がります。
曲がった時に機関車の端がデッキからはみ出るのが、マレー式らしくて好き。演出扉につけた空気圧縮機は、AC6 型の実物がわかる写真を見つけられなかったので、鉄道模型を参考にそれっぽくなるよう頑張りました。機関車を裏から見ると、このようになっています。ヘンリーのシャーシには、真ん中に飾りの動輪を取り付けるためのくぼみがあって、シャーシを2つに分けるのにもちょうどよく、本当にマレー式の素材にするための製品なのではないかと思えるほどでした。機関車の上面はこんな感じ。ダブルの煙突のほか、砂箱2個や蒸気ためなど、構造物の数が多く、所狭しと並ぶ感じになってしまいました。淡水車の前面部分は、複雑な形状ではしごなどもあり、ごちゃごちゃしていますが、できるだけ再現しました。淡水車については、アップの写真が1枚も見つからなくて、すべて鉄道模型を参考に再現。車体が円筒形であるほか、後面も、はしごも含めて湾曲していて、作っていて難しく、楽しめました。改めて、機関車の正面と淡水車の後面です。ライトは、機関車のものは電球色の LED、淡水車のものは銀色に塗ったダミーになっています。車体上のナンバーや文字は全て印刷したシールです。とても細かい、ライトの左右のナンバーも貼りました。車体番号は、ウィキペディアの写真のほか、大いに参考にした、原鉄道模型博物館の収蔵車両に倣って、4126号機にしました。それでは解説はこのくらいにして、お待たせの、走行動画をご覧いただきましょう。AC6 型を走らせてみましょう。2つのロッドをぐんぐん回して、順調に走るのですが、このように、左カーブを抜けた後に、関節がまっすぐにならないことがあります。今度は直線でまっすぐに戻りました。今回都合が良いと思っていた動力ユニットのシャフトは、実は車体のセンターから少し右にずれて通っていて、このことが抵抗を生み、左カーブの時にだけ戻らないことがあるのだと思います。狙って作った、左右に曲線が連続するセクション。ボイラーの後端を右に左にはみ出させて通過していきます。こういうアングルで関節がまっすぐに戻らないとちょっと悔しい。2組の足回りがあるのは T1 型と同じですが、進行方向が逆なので、やっぱり動きも違って見えて新鮮ですね。それではしばし、AC6 型の走行する姿をお楽しみください。ここまでご覧いただきありがとうございました。ご覧の通り、
一つのモーターで複数の動輪を動かして、マレー式を再現することができました。これにて、以前から作ろうと考えていた、4作目のシェイ式から続く、アメリカ機3部作もどうにか完走です。次回は、今度は日本国鉄機でとか、ヨーロッパの高速機とか、アメリカ機を変化球気味にとか、候補は決まっているのですが、次は少し気楽なものにしたいなと思うので、多分ヨーロッパ機かな。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。